ズだよ。ねなです。今回はイラスト解説をしていくよ。今日はどんな解説するの？目を参考にしたいってコメントをいただいたので、目の塗り方を解説していきます。どんな目にしようか少し考えたんだけど、好評だったサイド高めキュルキュルお目目の解説をしていきます。いいね。できるだけわかりやすいように、今回はゆっくり目で進めていきます。それじゃあ、早速解説に移ろう。というわけで塗っていきましょう。お願いします。使用するソフトはアイビスペイント X で、使用するペンはフェードペン、エアブラシ、G ペンです。最初にフェードペンを使って、瞳孔と交際を塗っていきます。色は黒に近い濃いめの色を選択して、上ら辺に楕円形の瞳孔を描くよ。こんな風にちょっとずつ塗っていくと、大きさとか位置の調整がしやすいかなと思います。ぐるぐるって感じで塗るんだね。そうそう、そんなイメージ。瞳孔塗れたので、ちょっとだけ影も塗っていきます。まつげの下に逆さのお山をイメージしたものを描くよ。そしたら、交際を描いていきます。視力検査に出てくるあれをイメージして描いていくよ。塗り途中の目ってちょっと怖いよね。わかる。後々ちゃんとキュルキュルになるので安心してください。交際が描けたら目の縁を塗って、気になるところも修正しておきます。ここまで塗れたら、色味を調整していくよ。新規レイヤーを作成、レイヤーモードをオーバーレイにして、ペンをエアブラシに変更するよ。エアブラシいくつか種類あるけど、個人的には台形60がおすすめです。色はサイド高めの色を選択してね。ペンのサイズを調整して、目の半分にだけポンポン色をのせていきます。半分だけなんだね。そしたら、カラーサークルの色相を少しだけずらして、残りの半分も塗ります。左右でちょっとだけ色を変えることによって色に深みが出るよ。なるほどね。そうしたら色を黄色に変えて、同じように目の下の方も塗っていくよ。色が多くなるだけでキラキラして見えるね。はい、こんな感じで色味調整は終わりです。次は影を上から塗っていきます。新規レイヤーを作成、レイヤーモードは13にするよ。最初と同じように黒に近い濃いめの色を選択して、ペンをフェードペンに変更します。そうして上半分に影を塗っていくよ。影を塗り終えたら、レイヤー不透明度を下げて濃さを調整します。最初に描いた影がうっすら透けて見えるくらいがいいかな。これで影は終わりです。意外と簡単なんだね。次は交際と反射光を描きます。新規レイヤーを作成、レイヤーモードはスクリーンにして、薄い黄色を選択したら、まずは交際から塗っていくよ。これもぐるぐるって感じで塗るんだね。そうそう。こんな風に丸を描いたら、細い楕円形もいくつか描いていきます。これはシュッシュって感じだね。そうね。あとはちょっとだけぼかしたら、レイヤーの不透明度を少し下げて調整するよ。これはだいたい 60% から 80% くらいがいいかな。そしたら次は反射光を描いていくよ。水色を選択したら、目の上あたりに適当に色をのせていきます。終わったら色をピンク色に変えて、さっきと同様に塗っていきます。これも左右で色を変えるんだね。あとは消しゴムを使ってそれっぽくなるよう修正していきます。最後に瞳孔にも反射光を入れるよ。色をまた薄い黄色に変更して、丸く塗ります。ぐるぐる。そしたらもうこれでも全然問題ないんだけど、花びらだったり星マークにするとか、アレンジを加えられるから、よかったら好きなように描いてみてね。目に個性を出せるのいいね。でしょ。今回私はハートマークで描いてるよ。はい、これで反射光はひとまず終わり。次はハイライトです。新規レイヤーを作成したら、線画レイヤーより上にレイヤーを持ってきて、レイヤーモードを加算発光にして塗っていきます。色を白に変えて、ペンを G ペンハードに変更します。そしたらハイライト乗せていくよ。これは特に決まりもないので、皆さんの好きに書いてもらって大丈夫です。了解。こんな感じで書けたら、ラメペンを使ってキラキラを散りばめます。便利なペンだね。これはもちろん普通に手書きで書いても問題ないです。私は面倒なのでラメペンで書きます。今こんな感じです。おお、だいぶ進んだね。お次はまつげの線画をなじませていきます。
は言ってもこれはよくあるやり方で塗ってるだけなので、好きなように塗ってもらって大丈夫です。私はほっぺの色をスポイトして端の方に色をのせてるのと、目の色をスポイトして黒目の上に色のせてます。まつげの色を変え終わったので、髪の毛を引かせていきます。こんな感じになりました。ここまで来たらあとは全体を見ながら加湿していくよ。完成が見えてきたね。修正するときは、線画の上から塗っていくのが一番やりやすいと思います。じゃあまずは色味の調整から、主に反射光の色オーバーレイでもう少し明るくなるよう調整してくよ。綺麗。だよねー。ここからはもう少し細かく加湿していくよ。目の色をスポイトして、そこから少し薄い色にしたら、通常レイヤーを作成して塗っていくよ。こんな風に、黒目の輪郭を縁取る感じで描いていきます。終わったら、影の色をスポイトして、オーバーレイで潰れすぎちゃった部分を加湿修正します。そしたら、目の縁部分をさらに加湿します。波線をイメージして塗っていくよ。そしたら反射光の色をスポイトして、さらに細かい反射光を書き込んでいきます。これは適当にポンポンと色を置いていくだけで大丈夫です。絵によってはところどころハートマークとかキラキラを入れてみるとさらに可愛いかも。ただいま。おかえり。今はまつげの描き込みを増やしてます。肌色のせてみたり、まつげの影を増やしていくよ。はい、加湿が終わったので加算発光レイヤーを作成して、ペンをエアブラシに変更します。目の色をスポイトして、うっすらふんわりと塗っていきます。じゃん、結構変わるでしょう。カットしたからかキュルキュルして見える。ここからさらに気になるところを修正しつつキュルキュル度を増していきます。今ハイライトとかハートマーク綺麗めに描いてるんだけど、これをわざとちょっとだけ形を崩していきます。綺麗に描いた方がいいんじゃないの？もちろん綺麗に描くのでも全然いいんだけど、こっちの方がキュルキュルして見える気がするのでそうしてます。なるほど、言われてみればそうかも。それでは次が最後になります。ついに。レイヤーモードは13、フェードペンを使用して、白目の影を塗っていきます。まずは普通に灰色で影を塗って、上の方に反射光と同じ色をのせるとかなり透明感が出ます。ほんとだ、綺麗。最後の最後にほんのちょっと修正したら、キュルキュルお目目の完成です。パチパチ。ウルツヤすごいし、色合いが最高にいいね。修正が多い塗り方だから分かりづらかったかもだけど、皆さんのお絵描きの参考になれば幸いです。別途このイラストのメイキング動画も作る予定なので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。それじゃ、今回の動画はここまでにしよう。ここまで見てくれてありがとうございました。参考になったと思ったら高評価ポチッとお願いします。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。